皆さん、こんにちは。本日司会を務めます、日本ポーランド協会関西センター運営協力委員の佐藤弘子です。こちらは、日本ポーランド協会関西センターの関西センター代表の藤井和夫先生です。本日2時間のオンラインイベントですが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それではこれより、日本ポーランド協会関西センター主催、オンラインイベント、映画、西北ショパンの監督と語るポーランドを始めたいと思います。この映画は新作で、来月3月20日から全国の映画館での上映が始まります。日本ポーランド協会関西センターは、ポーランドの魅力を発信するイベントを開催しておりますが、オンラインイベントは今回が初めてとなります。リアルタイムでゲストからの質問に答えてみたり、質問をしてみたり、オンラインならではの楽しみ方にチャレンジしてみてください。本日のプログラムは、第1部、映画、西北ショパンの伝えたいこと。第2部、ポーランドに魅せられて。ポーランドに憧れて。第3部、映画に魅せられてとなっております。目安の時間ですので前後するかと思いますが、第1部が2時半まで、休憩の後、第2部が2時半から3時半、再度休憩の後、第3部が3時半から4時というプログラムです。最後までどうぞお楽しみください。それでは開催に先立ちまして、主催者である日本ポーランド協会関西センター代表、藤井和夫よりご挨拶でございます。皆様、こんにちは。日本ポーランド協会関西センター代表の藤井です。よろしくお願いいたします。今、司会の佐藤さんからご紹介ありましたように、日本ポーランド協会関西センターというのは、普段ポーランドのさまざまなことを皆さんにお伝えしたり、あるいはポーランドの情報を仕入れてきて皆さんにご紹介したり、あるいは日本のことをいろいろポーランドの人たちにお伝えしたりというようなことを行っている民間の団体です。もともとは日本ポーランド協会っていうのは1970年代ぐらいから活動をずっとしてるんですけれども、それが1990年ぐらいですかね、各地域でそれぞれ活動することになって、日本ポーランド協会関西センターという形で私たちはずっと活動を続けています。で、民間の団体としてコンサートであるとか、それからポーランドの勉強会をやったり、あるいはポーランド料理の講習会をやったり、あるいはダンスの講習会をやったり、映画のご紹介をしたりとか、いろんなことを普段やってるんですけども、ご承知のように現在のこのコロナ禍の中でなかなかどういう活動をしたらいいのか、難しいところだったんですけども、この度ご縁があって、竹本監督と近藤プロデューサーのおかげでこういう機会を持てまして、一応オンラインで初めてなんですけども、皆さんに映画の魅力と、それからまたそこは多分関わりが出てくる、ポーランドというものについて、ちょっと魅力を紹介したいなと、その魅力をお伝えできればなというふうに思っています。初めてですので何が起こるか分かりませんけれども、皆さんどうぞご一緒にお楽しみいただきますようによろしくお願いいたします。藤井先生、ありがとうございました。藤井先生には第2部でまたご登場いただきます。ちなみに藤井先生の書かれた19世紀ポーランド社会経済史、ウッチにおける起業家と近代社会の形成がポーランド史関係出版物コンクールポーランド外務大臣賞にて2019年のポーランド史に関する外国語出版の部で第2位に選ばれました。ぜひこちらも読んでみてください。それでは第1部映画西北ショパンが伝えたいことを始めていきたいと思います。映画公開まであと3週間。本日は映画がより面白くなるイベントにしたいと思います。今日のテーマである映画西北ショパン、数々の映画祭での受賞が続いております。2020年のベルギーアントワープ国際映画祭審査員賞受賞に始まり、
2021年に入り、最近ではイタリア・ミラノ国際映画祭の5部門にノミネートされ、外国語映画部門で最優秀長編作品賞を受賞されました。高い評価を受ける映画西北ショパン。一体どのような映画なのか、まずはトレーラーをご覧ください。ショパンだけはうまく弾くよな。ショパンだけってね。母さん、母さん。ワルシャワ音楽院への留学者は近藤凛子さんに決まりました。綺麗事はもうたくさんだよ。だったら見本見せてみろよ。人の心に届く演奏できるんだろう。それではお待たせいたしました。本日のゲストのご紹介です。映画監督の竹本芳野監督。プロデューサーの近藤修平さんです。よろしくお願いします。今日はお忙しいところご出演いただきましてありがとうございます。皆様、今、竹本監督が着ていらっしゃるのが、ポーランドの民族衣装の女性バージョンです。ひらひらした襟がとても可愛いお衣装になっております。はい。今、着てみてらっしゃって、どんな感じでいらっしゃいますか？テンション上がりますね。一番のお気に入りポイントなんかを教えていただけますか？この襟じゃないですか。小学校以来ですね、こういうの着るのは。こういうのだから許されると思ってます。確かに、襟がね、やっぱ特徴的で可愛いなと思いました。ないですよね。はい。鼻冠もとても似合ってらっしゃいます。はい。素敵です。ありがとうございます。で、竹本監督着てらっしゃるのが女性バージョンで、私が冒頭から着ておりますのが男性バージョンということです。ポーランドはですね、実は、ポーランド各地にたくさんの民族衣装がございます。今、こちらの前にあります人形たちが、それぞれの各地の民族衣装を着ているそうです。ポーランドというと一つの、当然一つの国なわけですけれども、各地にたくさんの多様性がある、国っていうのもポーランドの特徴になります。どれも可愛いなと思います。はい。それではですね、竹本監督、近藤プロデューサーから、まずは自己紹介をお願いしたいと思います。監督、よろしくお願いいたします。週末監督をしております、西北ショパンの監督を務めました竹本芳野と申します。よろしくお願いします。映画西北ショパンのプロデューサーしております近藤と申します。竹本監督の感性に惚れ込みまして、応援団ということだと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はお二人のお話から映画西北ショパンの魅力を発信すると同時に、ポーランドの魅力も発信していきたいと思います。それではまず映画西北ショパンとは何かについてプロデューサーからお話をお願いしたいと思います。プロデューサーはこの映画の原作のマスター先生の作者でもいらっしゃいます。それではプロデューサーよろしくお願いいたします。はい。そうしましたら、ちょっと資料をご覧いただきながら進めたいと思います。映画西北ショパン
というタイトルです。西北というのは、阪神間の方は、お分かりかと思いますけども、阪急電車とかいう映画もありましたけど、西宮北口という駅のことを、地元で西北とか北口って言うんですけど、その西北を取ってます。ショパンは、ご存知通り、ポーランドが生んだ素晴らしい作曲家、ショパンの名前が入った映画になります。竹本義野監督の初長編映画になります。少しちょっと私の自己紹介、いきなり、あなたは誰ですかという感じなんですけど、ちょっと自己紹介が非常に難しいんですけども、オペラを歌っていたり、小説を書いたり、喫茶店のオーナーをしてたりということなんですけども、もともとはですね、大阪ガスという会社に勤めてまして、2018年にちょっと早期で退職をしました。ちょうど、阪神淡路大震災の頃に、ガス会社の方におりましたので、復旧作業にということで、被災した町を、回った経験があります。その時に、被災地で、遠くからショパンが聞こえてきて、その思いをですね、何か伝えたいなというところが、この映画の原点になっております。2018年に退職したんですけども、現在はビジネスコンサルタントをやったりですね、メーカーの非常勤役員みたいなことをやってるんですけども、一番下に書いてます、オフィスハッセルというのはもうこの映画のために設立した会社で、本当にもう映画素人なんですけども、竹本監督を応援して、初の長編を作りましょうということで、この2年、今日ですね、一緒にやってまいりました。ちょっと画像に出てますが、マスター先生っていう、コウモリ周平って書いてるんです。カモリじゃなくてコウモリって読むんですけども、これはオペレッタのコウモリっていうヨハン・シュトラウスの、オペレッタの題名からもじったやつなんですけども、これ私のペンネームで書いた小説になります。これは東日本大震災の復興支援作品として書いた小説で、この書いた時にですね、のだめカンタービレとかのクラシック監視されている茂木先生が、帯にですね、映画化希望、出演熱希望というような推薦文を書いていただいて、これを竹本監督がご覧になったのが、もしかしたら映画のスタートだったかもわかりません。映画祭、先ほどもご紹介ありましたように、ベルギーで、のアントワープで審査員長を取りまして、その後、日本、コソボ、アメリカ、スロバキア、インド、そして今回はミラノでですね、まさかのちょっと最高賞を取りましたので、本当に喜ばしいことで、残念ながらですね、コロナということなので、今は映画祭はほとんどオンラインということですので、現地に行くことはできませんけども、いろんな賞をいただくことができました。2つのテーマに基づいた映画になります。一つは、阪神・淡路大震災の記憶を語り継ぎますというふうに書いてますが、舞台設定も震災の前後になります。当然ちょっと自主映画ですので、CG でその頃を再現してとかいうことではありませんけども、監督と作ってきたのは、震災の後ですね、どう生きていくのかということの、人間ドラマを主体にした映画になっています。それと左手のピアニストを応援するということで、これはピアニストに多い病気なんですけども、神経性疾患と言われるものの一つなんですけども、日常生活には問題ないんですけども、ピアノの演奏をプロフェッショナルでやろうと思うと右手がうまく動かないということで、左手のみで演奏するピアニストがおられて、非常にその人たちの演奏が感動的なで応援したいという気持ちがありますので、この2つのテーマをシナリオの中に含めた作品になります。監督は竹本義野監督で、神戸から世界を目指してきた週末映画監督ということで、今週は夕刊フジにも大きく載りましたけど、普段は理研ですね、理化学研究所というところで研究技術員をされているんですけども、週末で映画を撮っておられます。特徴はですね、映画らしい映画、要は最近映画とかドラマとかいろんなものがちょっとエンタメでですね、ちょっと変化してるとは思うんですけども、本当に映画が感動的な、いい映画がいっぱいできた時代の、そういったことも学びながら作ってる監督になります。ストーリー、一部だけ紹介します。ピアニストを目指す健太郎と凛子という、二人、なかなかビジュアルもいい二人なんですけども、この二人がいます。健太郎くんは、ラフマニノフが好き。小さな手の凛子ちゃんは、ショパンが大好きということで、非常に
ちょっといい感じの2人の高校時代からスタートします。残念ながら、震災がその直後に襲ってですね、西宮北口の町を襲います。で、健太郎は非常に大切なものをここで、失ってしまいます。それによって、あれほど仲良かった2人の関係にちょっと、ひびが入るというか、少し、亀裂が入ってくるということで、ぎくしゃくするようになります。しかも2人はライバルでもあると。音楽を目指すというところもまたそこも重なって、非常に関係性が難しくなります。ですけども、2人はその中で、音楽を見つめ、魂に響く音を探していくと。こんなような物語になります。簡単ですけども、映画のご紹介とさせていただきます。はい、ありがとうございます。新作映画ですね、なかなか映画本編を、ご紹介するわけにいかないんですが、映画に込めた思いの方を、プロデューサーの方からご紹介いただきました。ありがとうございます。一つですね、阪神淡路大震災というのは、多くの方が、メディアを通していろいろ知ってらっしゃると思うんですが、左手のピアニストについてもう少し詳しくご紹介していただいてよろしいですか？そうですね。左手のピアニストと言われる、今回はですね、局所性ジストニアという病気で、左手だけで弾くようになるピアニストの話をちょっと入れてるんですけども、実際には第一次世界大戦とかですね、負傷によって右手の機能を失って、左手で弾かれる。そういったビトゲンシュテインっていう、非常に有名なピアニストがおられるんですけども、実は左手だけの曲っていっぱい世の中にありまして、ラベルとかですね、そういった有名な作曲家も使ってる。で、これは本当に右手が使えなくなったんですけども、左手で弾くピアノ曲って実はすごい魅力があってですね、要は左手だけで鍵盤端から端まで、すべてのメロディーを、叶えることができることになりますので、別に悲しいことでも、悲しい音でもなく、非常にその大きな、スケールの大きな音楽を奏でます。ですから、左手のピアニストの方っていうのは、全くハンデなしに左手の曲を持って、世界でも挑戦されているということになりますので、ただ、やはりなんとかこれで少しちょっと認知度が高まって、やっぱり、練習を非常に真面目なピアニストほどなりやすいらしいので、こういう病気のことが分かれば、ちょっと不調になった時に、一旦練習をストップできれば、そういう左手のピアニストにならずに、予兆という、予防医学というか、そういったものも進んでくれたらいいなという思いも込めてます。なるほどです。私も実は一度左手のピアニストの演奏を聞いたことがあるんですけど、左手と思えないというと表現ちょっと難しいんですが、迫力もとてもあって、そうですね、本当に胸に響く演奏ね、たくさんあると思いますので、そういうのを少しでも知っていただければということですね。はい、ありがとうございます。今回ですね、もちろんテーマとしては阪神淡路大震災であるとか、左手のピアニストありますけれども、ピアノ映画という、やっぱりピアノの曲がたくさん流れるという特徴もあるのかなと思います。そのあたり、音楽に込めた思いなんかはございますでしょうか？私。じゃあ監督に、お願いします。そうですね、小学校1年生から中学3年生まで、苦難のピアノ時代がありまして、すごい辛い思い出を過ごしたんですけども、その辛い中でも一番楽しめたのはショパンだったっていう記憶がありまして、でそれがまさか後年こんな風に生かされるとは思わず、そうですね。そうですね。なんて言ったらいいんでしょう。生きててよかったなそういう思いがあります。そうですね。まさかこういう風に発展するとはという感じですね。確かに。今日、タイトルはショパンがありますけれど、近藤プロデューサーのお話では、ラフマニノフが、ケンタロウ君、すいません。ケンタロウ君好きということなんですけども、ラフマニノフに込めた思いっていうのもあるんですか？やはり二人の対比でですね、そのケンタロウっていうのは、非常に、才能もあったし、手も大きい、ピアニストということで、ラフマニノフ自身もですね、やっぱり手の大きな方だったみたいなんですけど、そういうスケールの大きいテクニックを要するような、ラフマニノフの曲と、それとショパン、これを対比させて、より、お互いの曲の魅力だったり、そのピアニストの、
命と言える、手の話ですね。うんピアニスト、普通、の日常生活においても手は大事なんですけども、ピアニストにとっての手っていうのは非常に大きな意味を持つので、その大変のためにもその2人の作曲家の曲というのを並べています。なるほどです。今回ですね、出演者の中にもピアノを弾く方がたくさん出てらっしゃるかと思うんですが、はい。この方についてはちょっとお伝えしておきたいなっていう方がいらっしゃいましたら、監督でもプロデューサーでも。はい、まず主演のね、凛子役をやってくれた水田しおねさん、非常に才能豊かでお芝居もできて、臨機応変に対応していただいて、すごく前面に押したいと思ってます。で、あと対比でライバル役の、野々村有沙さんっていう方が出てくるんですけども、その方も全てにおいて揃ってらっしゃると言いますか。お二人すごく足を押したいなと思っております。で続きまして、近藤さんからは、そうですね。先生ですよね。もともとの小説のモデルにもなっただるま先生役なんですけども、泉貴弘さんという方で、この人は、実はこれロケ地にもなった、県立西宮高校の音楽科の先生をされてたんですけど、その後、なぜか、ピアノ、バーのマスターになってですね。で、そのバーのマスターが西宮の北口にあった北口市場で、被災をするということで、そのバーを失ってしまうというところが、原点になるんですけど、この方が今、西宮北口西北でピアノバーされてるんですけど、お得意曲がショパン。かっこいいですね。だからそのショパンを聴きながら私よく飲んでるんですけど、そのショパンが素晴らしいので、もう、風貌がまさにだるまさんの顔なんで、この風貌とこのピアノを自ら弾くっていうのは、これは印象的だなと思って監督に、もうぜひちょっと本人を起用してほしいということで頼みを込めました。そのだるま先生、泉さんですか、一発 OK だったんですか、出演依頼というのは。そんな大層なことだと思ってなかったみたいで、で今頃になってですね、監督すごい人だったっていうことに気がついたとか言って、なんか毎日興奮してますけど。そうですね。なんか、だるま先生の役もね、非常に重要ですよね。そうですね。そうですね。じゃあ、普段、そのごめんなさい、凛子ちゃん役の方とかは当然、役者志望というかね、普段の仕事もそういうことだと思うんですが、そうでない、だるま先生はじめ、普段役者をしてない方のもう結構たくさん出てらっしゃるのかなという印象なんですが、その方々への演技指導なんていうのはどういうふうになさってたんですか？とても苦労しました。経験者とそうでない人は混ざって、本番まで練習したので、それはもう納得するまで何回も何回もやらせてもらって、鍛えて本番に臨んだということで、それによってシナリオもちょっと変わったりしましたし、間とか空気の出し方っていうのを伝えてやってもらうのがすごい大変でしたね。確かに、普段私なんかも当然お芝居しないですから、どうやっていろんな方まとめ上げたのかなというふうに思ってたんですが、そういったその監督の手腕というのはプロデューサーから見ていかがでしたか？いや、竹本監督を素晴らしいなと思ったのは、まさにその、出会いになったちょっとショートフィルムの撮影現場があって、そこで監督の指導とか、そういうものを見てたんですけど、ちょっと、思ったのと全然違うというかね。例えばセリフとか、要はテンションをですね、ものすごい悲しいときは悲しい、嬉しいときは嬉しいってちょっと過剰な演技とか演出が最近多いんですけど、もう多分それ半分ぐらい、要は日常そのままある姿に近いテンションに落とすというようなことで、ですから、特にその素人演技をやってない人っていうのは、どうしてもそうなりがちですよね。ですよね。なんか悲しい演技をしてくださいって言ったら、普段やらない表情したりですね、するんですけど、本当にその日常にある姿をずっと今回90分ですが見せることによって、だんだんその人に感情移入したり、その人のちょっとした表情から、自分になんか映し取って、っていう感情が動く、そういうような演技指導をすると。だから役者さんに、シナリオに書いてることじゃなくて、いや、この人の、例えば、どういう生い立ちの人ですかとか、そういう質問とかですね、どんどんされるんですね。履歴書書いてこいとかね。履歴書健太郎君なんかも履歴書を書いて、実はお父さんがジャズピアニストで勝手に作ってましたけどね。
まあ、そういう演技指導で、横で見てて楽しかったです。面白いですね。はいその人物を掘り下げるのははい役者さん自身っていうことですか？そうですね。まあ、いろんな方法があるので、はいこう全部こう支配、コントロールできちゃう監督もいれば任せる人もいて、それぞれ違うので、はい。はい。どれが正解っていうのはないんですけど、はい。なるほどです。でもそういったそのたくさんの演者さん、役者さんと共にですね、多分大変なのが、こう雨だったり、お天気ですよね。のそうですね。外でのロケも多かったかなという、私は見せていただいたので、そういう印象なんですけれども、そのあたりは苦労なさった点とかありますか？ありましたね。これはちょうど天候が変わりやすい6月とか7月は、もう晴れたと思った雨降って風がすごくなったりとか、その雲を見ながら、今だみたいな感じでバーって用意して外行くとかして、大変天気には悩みました。でも降っちゃったらしょうがない、それを使いましょうってことで急遽演出変えたりとか、まあ、基本的に思い通りにいかない前提で対応できたという感じですね。はい。大変ですね。はいお天気はどうしようもないですもんできないね。ので。まあ、今思えば本当にコロナでこういう状況ですので、まあ、映画業界全体、撮影すら本当にできない状態の中では、今思えば、まあ、よかったですね、あの時できてね。まあ、その雨がまたいいシーンに結果的になったなとかね、そういうことですし、まあ、台風の直後に300人の、エキストラのシーンとかあったんで。そうなんですか。もう本当にこれ撮影できるのか。ヒヤヒヤしましたね。ずっとテレビの天気予報を睨んでました。そうですね。はいいろいろ考えちゃいますよね。はい来れなかったらどうしようとか。なるほど。いや、なかなか撮影現場も大変そうだなと思いながら、でも先ほどのお写真見てるととても楽しそうな感じも伝わってきて。写真マジックですよ。そうです黒は見えないよねって思うんですよね。なんかこう、青春の1ページみたいなね、素敵な映像から、まあそういったところがこう、撮影現場は非常に和気あいあいと進んだんじゃないかなという印象を私なんか受けておりますが、まあでも、大変な、原作もそうですけど、阪神淡路大震災という大変な時に、こう、音楽とか、ね、芸術文化の大切さに、気づかれて原作の制作が当たられたんだと思うんですけれども、まあ、今もこうコロナ禍にありますので、こう同じようなこうつながりを感じるなと私の方では思った次第です。はい。こちらのですね、映画ですけれども、もう一回、宣伝というか、お伝えしておきたいんですが、京阪神地域ではですね、3月20日からシネヌーボー大阪九条ですね。はい、そうです。はい。シネヌーボーと元町映画館で、そして3月26日金曜日からは京都南会館とシネピピアで、順次労働省となります。京阪神地域以外では福岡の、太陽映画劇場で3月20日から、東京の池袋シネマロサで3月20日から上映となりますので、皆さんぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本日はですね、Zoom と YouTube で、ご参加していただいておりますが、ごめんなさい、映画制作について竹本監督と近藤プロデューサーへの質問を受け付けております。第3部でもう一度お二人にご登場いただいて、その質問にお答えいただけますので、映画制作について、もしくは映画西北ショパンについて聞きたいことがあるという方は、どんどん、質問してみてください。Zoom の方はですね、マウスを動かしてくださると、画面の下の方にこうチャットと書かれた吹き出しが出てくると思うので、そこにですね、質問や感想などをどんどん書き込んで、送ってみてください。YouTube の方はですね、コメント機能で質問していただける、はずですので、そちらの方でぜひチャレンジしてみてください。はい。それではありがとうございました。第1部映画西北ショパンの伝えたいことでした。それでは5分程度の休憩に入ります。次の開始は2時35分です。
第2部では監督からの質問に答える形でポーランドの魅力を共有していきたいと思います。さて、映画西北ショパンにもポーランドのシーンやポーランドが話されるシーンがありますが、監督は意識的にポーランドが好きというわけではなかったと伺っております。監督とポーランドのつながりをまずは教えていただけますか？はい、まずは、さっき一部でも話したピアノを習っていた時に、やっとその楽しさが分かったのがショパンであったっていう、その習った時も特にポーランドとか意識してなかったっていうのと、で、次に、有名なキュリー夫人ですね、の、すごく生き方に憧れてまして、科学者のキュリー夫人ですね。すごい苦労されて、研究をなさったっていうのにすごく感銘を受けまして、その時に、その偉人伝のポーランドですごく知って大変な土地だなっていう印象を持ったのと、で、3つ目が高校生の時に、オリビエ・オリビエっていう映画を見た時に、この映画はすごいっていうことで調べた時に監督がたまたまポーランド出身であったっていうこの3つが、気がつくとポーランドにつながっていたという感じですね。なるほどです。ちなみにその監督のお名前を教えていただけますか？発音が難しいんですけど、アグニエシカ・ホランド。で、アグニエスカって書いてる時もあれば、アグニエシカとか、アグニエシカが本当だと思います。はい。ポーランド語発音表記難しいですね。はい。ありがとうございます。意識はしていらっしゃらなかったけど、なんとなくポーランドに結びついていたというお話なんですが、藤井先生、この3人、ショパン、キュリー夫人、そしてホラント監督からポーランドの特徴が読み解けると伺っているんですけれども、そのあたりご説明いただけますでしょうか。はい。その3人が特にというわけじゃなくて、ポーランドっていう、いろんなことを見るときに、どうしてもそのポーランドの実は日本と違う歴史というのが非常に関わってくるので、そのポーランドの日本から見ての特徴である、ドラマチックな歴史というか、そういうことにつながるかなというふうに思いますので、ちょっとその話をさせていただきたいというふうに思います。で、ちょっと資料を、簡単なものですけども、見ながらですね、ちょっとお話をさせていただきます。ショパンのお話からということなんですけども、ショパンはポーランド生まれで、ポーランドのピアノの詩人ということになってますけども、皆さんご承知のようにお父さんはフランス人なんですね。で、フランスからポーランドにやってきて暮らしている中で、ポーランド人の方と結婚して、で、ショパンが生まれたということで、ショパンも後にフランスに行って結局最後、フランスで活躍してそこで亡くなるということになるわけですけども、ここにはいくつか写真があるのが、ショパンの生家とか、それからその近くの風景で、ポーランドは特徴的な風景ということになると思いますし、右の方にあるのは、旧市街、これは戦後作り直して、それで世界遺産になったものなんですけども、ショパンの時代などにワルシャワの華やかな時代の、そういうものです。で、こういうポーランドの国土とか風土とかそういうものとショパンの運命とか音楽というのが非常に結びついているかなというふうに思うんですね。で、これは現在のポーランド、特にワルシャワとかクラクフという特会ですけども、なんと言いますか、当たり前のヨーロッパの風景なんですけど、左側のワルシャワだとこれ駅前のちょうど中心部分ですけど、一番目立つ建物、実はちょっと近代ビルとは違う形なんですけど、これはソ連の贈り物で、ソ連が第二次大戦の後、社会主義時代にポーランドに送った文化科学宮殿という建物で、それが先が尖った建物ですね。そうなんです。とてもソ連風といいますか、そういう建物で、実はこれはポーランドの中ではちょっと異色な存在というか、そういうものが実はポーランドのワルシャワの真ん中にあるという、そういう街なんですね。で、右側はクラクフという、これはポーランドの昔の旧都、古い都ですけども、それのクラクフは幸いあまり繊細に合ってないので、その残っている聖マリア教会という有名な教会に立っている、それから中世以来のその広場なんですけど、ここはずっと歴史の、ポーランドの歴史の中心の舞台になるんですけども、実は後でお話しします、ポーランドが国を失ってしまって非常に苦しい独立のための戦いとか、苦労した時代に一つのシンボルになって、ここから蜂起の
軍隊が規制を上げて出発したりとかですね、いろんなことがあったり、それからポーランドのいろんな英雄たちの葬儀が行われたりとかいうような、そういう町になっています。でも現在明るいそれぞれが観光都市になっていますので、ぜひ、コロナが終わればちょっと行ってみたいなというふうに思うんですけども、はい、でこちらの方は私が見る感じで、撮った写真とかなんですけども、ポーランドの典型的な現在の風景かなというふうに思います。非常にカトリック的ないろんな行事とかが生活に溶け込んでいて、で普通のヨーロッパと同じようなヨーロッパの街の風景とともに、下の方の写真、私はこれはポーランドの非常に典型的な景色だなというふうに思うんですけども、ただ広い平原、広い空で、でポーランドの国名のポルスカというのが、実は平原の国とか平原の土地というような、そういう意味から来ているように、これはとてもポーランド的な特徴のあるそういう風景なんですね。でこういう明るい風景、それから楽しい暮らしが現在ずっと広がっているという感じなんですけども、左上のがお祭りですかね。あれは多分6月頃に行われる初聖体の時の写真だったかなというふうに思うんですけど、民族衣装を着て子どもたちが白いブラウスを着たりして出ていますけども、真ん中トラムですかね。そうですね。とてもトラムのファンも日本でも多いんですけど、ポーランドたくさんトラムがいろんな街に走ってますので、パンタガルフラが前を向いてるか後ろ向いてるかとかマニアには受けがいいということですね。右のは市場でしょうか。これは古くからあるクラクフの市場で、現在もいろんな生活物資などを売っててですね、観光名所にもなってて、皆さんよく行かれるところなんですけど、行くと新鮮な果物とか野菜とか、それだけじゃなくていろんな日常生活のものがいっぱい買えてですね、で実は行くと中にウクライナの人たちが店を出してたりとかですね、そういうようなところも実は後でお話しするポーランド的なところも見れることもあるんですね。現代でもそういうところが見れるということですね。ありがとうございます。で、ポーランドを代表して、誰でもポーランドで代表的な人物誰ってことになると、よく名前上がってくるのが、先ほどのショパンの他にはコペルニクスとかですね、それからキューリー夫人、先ほどお話ありましたけど、それからヨハネ・パウロ2世という前のローマ法王ですね、そういう人たちだと思うんですけど、それぞれポーランド生まれで、下の方にちょっと汚く写真になりましたけど、ポーランドのコペルニクスはトルンという中世の町で生まれているし、キューリー夫人はワルシャワの旧市街のすぐ横のところにある、名前は新市街というんですけど、古いそういう町並み、で生まれた人だし、ヨハネ・パウロ2世はバドビッツェというクラクフの近くの村の出身の方ですね。こういう人たちで、実はその人たちが生きた時代っていうのが、コペルニクスは15世紀の人なんですけども、15世紀から17世紀ぐらいがポーランドが一番国土的にも領土が広い、一番なんていうか華やかな栄えた時代の人なんです。で、商人の息子さんなんですけど。で、キューリー夫人っていうのは19世紀で、これも実はポーランドは全く地図上存在しない、周辺の国々、3つの国に分割されて国がなくなってしまった、19世紀中ずっとそういう独立の国家ってのはないんですけど、その時代の実は人で、ヨハネ・パウロ2世はその後戦争があり、やっと独立を取り戻して、また第二次世界大戦を経た後、社会主義時代に、キリスト教の中の最高位であるローマ法王になられた。社会主義時代にポーランド人たちは熱狂的に信頼を寄せたそういう人物ということになるんです。で、そういう人たちのちょっと歴史に関わるので少しお話を続けたいと思うんですけど、17世紀のポーランドはこの頃一番領土的に広いんですけども、左の方に赤い線で書いてあるのが現在のポーランドですね。でそのピンク色に書いてあるのが当時のポーランドで、現在のウクライナのほとんどとか、ベラルーシとか、バルト三国のうちのリトアニアとか、エストニアですかね。ほとんど実はポーランドという、そういう一つの国になってた非常に大きな時代、そういう時代になります。で、これだけの広い
国土を持った中世の大国だったわけですね。ですので、お分かりになると思うんですけども、そのポーランドというのは実はポーランド人だけの国じゃなくて、現在ではベラルーシ人とかリトアニア人とかウクライナ人とか、それからユダヤ人もたくさんいましたので、そういう人たちがこう多民族多文化を作り上げて、で繁栄したその華やかな時代ということになるんですね。でそれが18世紀の末に右側の方の地図にありますように色のついたところがもともとのその大きなポーランドなんですけど、それがロシアと、それから青い部分はプロイセンと、ドイツですね、それから下の方のベージュがオーストリアですけど、に分割されて国が全くなくなってしまう。有名そういうことなに三国分割ですね。そうなんですね教科書で書かれているような。それが18世紀末で、その後第一次世界大戦の時にやっと独立を取り戻すので、123年間も国がない状態、19世紀というのは国がない時代なんですね。で、その第一次大戦の時にこの地図の右側の地図の真ん中のちょっとピンク色みたいな線で書いてある、現在のちょっと東にずれたポーランドとして123年ぶりに復活すると、いうことになるわけですね。でこういう、非常にこう多文化で、多民族多文化でこう華やかに繁栄した国がこう滅んでしまうという、そういうことを経験して、123年間も国がない、でももう一つの国であり続けるという、そういうことを経験したというあれがあって、それが19世紀頃になるとですね、そういう繁栄してた華やかな国を取り戻そうということで、独立回復の戦いというのがずっと続くわけなんです。で、最初に1794年にコシチューシコという、この人は貴族、ポーランドでシュラフタというんですけど、一人なんですけど、この人が軍人としての教育を受けていて、で若い頃にドイツやフランスで学びながらアメリカ大陸に渡って、アメリカ独立戦争で活躍するんですね。国際的に活躍ですね。ワシントンの復刊をしてたという、そういう人で、アメリカ独立戦争でも有名な人なんですけど、その人がポーランドに帰ってきてですね、亡くなっている国をもう一回独立取り戻そうということで、反乱軍といいますか、支配している特にロシア、ポルシャも同時に戦ったんですけど、両方に対する蜂起を起こしてですね、で結局敗れるんですけども、まず最初のそういうなんていうか戦いの時代の幕開けみたいなことになりました。ただそれではうまくいかずに、その後1795年に完全に国が滅んでしまうんですね。でその次に大きな同じように独立を戻そうという戦争が起きたのが1830年で、これは11月蜂起と言われるものなんですけど、ちょうどショパンがポーランドからフランスに行こうとしてた時にこれが起きてですね、で、ショパンはどこで知ったんでしたかね、ベルリンだったか、ウィーンだったか、ちょっとすみません、忘れましたけども、この法を聞いて、ポーランドに戻ろうかというふうに思ったぐらい、とても後ろ髪引かれたというふうに、物の方には書いてありますけど、革命の時代というか、そういう時代で、一度もう一回大きな蜂起が起きるんですね。で残念ながら、ただこの時も1年ほどでこれは鎮圧されてしまって、でそれからあと何回かヨーロッパが全体革命の時代になるので、独立のための40年代とかいろんな蜂起の試みはあるんですけど、大きな蜂起が起きたのが1863年で、この時に1月蜂起と言われる、大々的にですね、ポーランドをもう一回最後にロシアに対して独立を取り戻そうという大きな軍隊が立ち上がって戦争を行うという、下の一番左はコシチューシコですけども、実はその隣のなんか農民の人たちみたいな大きな窯持ってるのがこの1月蜂起の時の当時の絵で写真で、農民が使ってた窯を改造した武器、それを大釜を武器にして戦ったというような、右側の図は11月蜂起の時のワルシャワの近くでの戦闘のシーンなんですけど、こういう戦争を行って、でキュリー夫人が先ほどお話しあったキュリー夫人が生まれたのが1867年なので、ワルシャワ
1月放棄が1年半、1年ちょっとで沈められてしまうんですね。そうすると、ロシアは完全にもう頭にきてですね、はい。非常にロシア化を進めて、はい。教育でも言語でも、はい。ロシア的なものを強要するようになるし、でこの放棄なんかに立ち上がった貴族たちをですね、非常に家を取り潰したり、財産を奪ったり、追放したりという激しい報復を行うわけなんです。はい。で、キュリー夫人は実はその貴族の家系で、はい。実はこのキュリー夫人のお父さんが、当時財産を失ってしまって貧しくなった教育者だったんですけども、そういう背景には実はこの1月放棄の失敗、鎮圧ということがあって、シュラフターたちがその大きく財産を失ったり苦しいことを経験する時代ということになるんですね。でそうするとその多くのポーランド人たちは追放されたり、あるいは自分でその外国へ出て独立運動を続けようということでフランスに行ったり、流されてシベリアへ行く人たちもたくさんいてですね、でその国中の多くの人々がその世界に散っていくということがこの時に起きてるわけですね。でキュリー夫人はもちろんそれでフランスに行ったわけじゃないんですけども、そういう苦しい時代に外国にたくさんポーランド人たちが行ってる、そういう時代の中で、フランスで勉強をすることになっていくんだと思います。ちなみになんですけど、このコシチューシコは貴族って先ほど申し上げましたけども、実は生まれはベラルーシなんですね、現在の。でポーランド人の貴族なんですけども、ベラルーシに領地を持っている貴族の彼は実は息子でですね、なので、なんていうかベラルーシ系のポーランド人ということにも、なるというふうにも言われることもあるんですけど、ショパンがフランス人のお父さんを持っているように、それからこのコシチューシコがベラルーシのそういうあれを持っているように、それからこの後たくさんの人たちがシベリアに流されたりして、これはそのシベリアに流されている人たちがウラル山脈の近くにですね、ロシアのウラル山脈の近くにヨーロッパとアジアを分けるなんか日があるという、伝説なのか本当なのかちょっと知りませんけども、そこでここがヨーロッパの終わりだっていうので、ヨーロッパとの別れというタイトルの絵なんですけど、流されている人たちが悲しんでいると、今からいよいよシベリアに流されるぞという人たちなんですけど、この人たちはたくさんポーランド人がシベリアで苦労してそのまま暮らすことになって、で後に次の小川崎さんの話につながるそのシベリア孤児というようなそういう悲劇というか、苦しみが生まれたりする背景にもなってるんですね。で、いずれにしてもポーランド人たくさんそういうことで海外に出ていきます。でやっと第一次大戦の時に1918年に独立を取り戻してですね、で国土をもう一度作り直すぞということで頑張るんですけど、それが20年も経っちゃったら今度第二次大戦でナチスドイツがと大変な苦労をすることになるわけですね。でここでもうやっぱりご承知のように、アンジェ・ワイガー監督なんかが描かれているようなその地下水道とかそういうさまざまな抵抗の運動とかそういうことが起きて、でやっと第二次大戦終わった後にポーランドはもう一度独立をさらに回復するわけですけども、社会主義時代ということで、今度は社会主義時代特有のいろんな、苦労というか、いろんな問題を抱えて、で、戒厳令というのが1981年にワレサたちを率いた連帯運動に対する政府の対策として取られるんですけど、先ほどお名前で出たホランド監督はこの戒厳令の後、なんかポーランドを離れて国外で活動されることになるんで、自由ないろんな表現とか発動できなくなった、そういう時代のそういう一つのあれとしてホランド監督の現在の活動があるということになるかなというふうに思います。ちょっとポーランドとそういうふうに日本と違った激動の歴史っていうのがあって、いろんなところでそういうものが関わってくる。そこから映画も生まれるし、ポーランド監督もこの第二次大戦の頃の話としてソファーの地下水道という映画は、その頃のことをユダヤ人を救うあれウクライナでしたかねの人の話が描かれるんですけども、そういう多文化多民族、それからいろんな激動の歴史、それから抵抗の運動とか、
そういうものを経て現在の明るく楽しい美しいポーランドがあるということになると思うので、あまりこういう話ばっかりすると、ポーランド大変な国で、これは国のように思えるかもしれませんけど、先ほどの写真にあったような、ぜひ、現在のポーランドも知っていただきたいと思いますけど、私の方からは歴史のお話ということで、させていただきました。はい、ありがとうございました。ちょっと長くなりましたけど。ちょっとね、写真も白黒で、大変な時代だったんだなという感じがいたしますけれども、そうですね、お話にもありましたけれども、やっぱりこう、多民族が融合するというところでは、当然、楽しい瞬間とかもね、たくさんあったのかなというふうに、想像いたします。はい、というわけで、ショパンとマリー・キュリー夫人と、ホランド監督のお話から、ポーランド史をちょっとご紹介いただいたんですが、監督の方から何か、藤井先生に質問したいこととか、ございましたらお願いしたいんですが。はい、非常に素人質問なんですけれども。お願いいたします。ざっくり、国民性とはどんな感じなんでしょうかっていうところをお願いします。もちろん私、ポーランドじゃないので、代表して言うことはできないんですが、私が感じる、ポーランド人ということになると、やっぱり、もちろんヨーロッパ人で、非常にプライドが高くてですね、こういう、長い歴史もあり、繁栄した時代もあるし、本当に典型的なヨーロッパ人、少なくとも自分たちはそういうふうに思ってて、で、カトリックなんかも非常に強いように思うんですけど、現在割にカトリックで強い信仰の人はいないと言いますけど、歴史の中でカトリックが果たした役割とかいうのが大きいので、そういう政治とかいろんなところに宗教の影響も出てくるかなと思うんですけど、もともとはスラブ民族の中でも、一番西ヨーロッパのそのカトリック的なキリスト教の文化を取り入れて、文化的にも西ヨーロッパの一員として繁栄してきたという、プライドが高い。それから123年間国を失ってそれを取り戻すためにいろんな苦労したり、世界中に散らばったりとか、いろんな人たちを関わったりとかいう経験があるということから、なんていうんですかね、国際性というか、単純じゃない、よくラテン民族的とか言われることあるんですけど、ラテン民族のなんとか明るい空元気みたいなのじゃなくて、ちょっと奥があると言ったらおかしいですけども、そういうものを秘めたなんとか明るさというか、田舎人の素朴さとか親切さとかそういうものは複雑に絡んでるようなそんな感じがして、ちょっと一言で何の説明もなってませんけどそんな風な私は印象を持ってます。でもね、せっかく錦田ショパンという映画ですから、ポーランドでもね、ぜひ上映されたいんじゃないでしょうか。なんだか繋いでくれないかなって思います。映画持って行きましょうよ、ぜひ。そうですね、上映したいですね。はい。そう、だから私の映画の中のポーランド語喋ってるポーランド人の方出てもらってるんですけど、なんかクレーム来ないといいなと思って、こんな人いないわよみたいな、結構厳しい先生みたいな役だったので。はい。なるほどですね。いや、とても、あの方、本当はイタリアの方なんです、じゃなくて、あれです。役柄の中で。男性の先生で、ポーランドに留学したってシーンがあるんですけど、そこね、少し出てくださっている。いや、もっと厳しいと思います。そうです。一応、割と取材してリアルに近いセリフにしたんですけど。多分、ポーランド芸術家の方って非常にいろんな方おられると思うんですけど、ああいう方も多分、私の知ってる範囲でもそうですね。特にショパンの生誕地なので思い入れがあって、そういうピアノを教える本場ですから、ショパンに関して。ものすごく熱があるっていうのは聞きましたね。なかなかね、取材なさって、実際に言われたことをセリフとして盛り込まれたと伺ってます。ね、行かれたか、どんなレッスンかって取材して、こんなこと言われましたみたいな、とか、そういうことですね。よく聞くのは日本人の弾くショパンと向こうのポーランドの弾くショパンが違うんだ。そのようには、聞きますね。だからそれを多分教えようとされて厳しい派手になるもう熱がすごいっていうのは聞きますね。そうですね。その熱の入った演技というか、ご覧いただけますので、ぜひそのあたりも注目していただければと思います。はい。それではちょっと、短めになってしまったんですが、藤井先生、歴史について教えていただいてありがとうございました。ここからですね、日本とポーランドのつながりをご紹介したいと思いますので、メンバーを交代させていただきます。
ここからはですね、日本とポーランドのつながりについてご紹介していきたいと思います。映画西北ショパンのテーマの一つは、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災です。この映画でもその震災とその後のポーランドが描かれているのですが、まさに95年の夏にポーランドに滞在されたのが、次の、方である岡崎さんになります。岡崎さん、それでは自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。日本ポーランド協会関西センター会員で、羽衣国際大学教員の岡崎と申します。本日は2人に民族衣装を着ていただいてやっておりますが、本来であればね、男性衣装は真ん中の誰かが着る予定だったんですが、藤井先生も私も誰も服が入らないということで、スラットさんに来ていただいておりますが、はい、私の方はですね、今回西北ショパンでも触れられます、そしてまたショパンのふるさとでありますポーランドと、そしてこの日本とのつながりについて少しお話をさせていただこうと思います。では、少しちょっと資料を共有させていただきます。はい。今ですね、現在の実はスタジオも神戸港に、ね、近いところにあって、そのあたりもお話しいただけるかなと思います。はい。ですね、私の方ではですね、様々な日本とポーランドの歴史がある中で、ちょっと今日はね、時間の都合もありますので、非常に象徴的な部分を取り上げてお話ししたいと思います。実はこの話は、先ほど藤井先生がお話ししました、このシベリアに送られたポーランド人の話から始まっていきます。多くのポーランド人がこのシベリア、当時のロシアに送られていきまして、非常に過酷な状況になっていったわけです。その後、先ほどのスライドにもありました通り、ポーランドは1918年にめでたく100年以上ぶりに独立を回復するわけであります。はい。しかしながらですね、このシベリアにいるポーランド人は、まだ当然シベリアにいるわけで、これで良かったねとはならなかったわけなんです。でここから私の説明に入っていくわけなんですけども、実はですね、このポーランドが独立を達成した後に、ロシアではですね、ロシア革命が起こりまして、ロシアが革命の混乱と、そして、いわゆる内戦状態に今度は突入していくわけです。はい。でそうしますと、このシベリアに残されたポーランド人は、さらに過酷な状況に追い込まれまして、飢餓でありますとか、病気によって多くの方が亡くなっていくような状況になったわけです。でそうしますと、なんとかこのシベリアに残ったポーランド人を救出したいというふうに、ポーランド人も考えまして、今、画面にも出ております、ウラジオストクあたりの、いわゆる極東に住んでいたポーランド人が、なんとか同胞のポーランド人を、特に国外ですね、国外に救出したいという、活動を始めました。はい。でちょうどこの時期ですね、いわゆるシベリア出兵という形で、欧米各国がロシア国内に進出したわけなんですけども、その欧米各国になんとかこのシベリアのポーランド人を救出してくださいという応援をしたんですが、なかなかさまざまな事情により、欧米が動けなかったんですね。で本当に日に日に亡くなっていく方もいますし、さらに過酷な状況になっていく中で、最後にですね、この当時の日本に、この救援要請を、直接この委員会の会長さんが日本までやってきて、交渉に来たわけです。でそうしますと、実はこの先ほど独立達成したときに、日本はポーランドとめでたく国交を樹立したんですが、国交を樹立して間もないポーランドから、日本から近いこのシベリアから助けてくれという救援を、メッセージを受け取ったわけです。でそうしますと、日本はですね、非常に素早い動きで、このポーランド人、特にですね、親を亡くした孤児たちですね、本当にもう独り身になってしまった孤児たちを日本に受け入れるという、行動に移っていきました。で、1920年、ちょうど100年ちょっと前ですね、に、この、なんとか救出作戦が実行されまして、ウラジオストクから船で、福井県の敦賀に、ポーランド孤児たちがやってくることになりました。実はですね、1920年と22年の、2回に分けて、プログラムが実行されたわけなんですけども、1920年に日本にやってきた子どもたちは、東京の方に、保護されていきます。
救出の方に関しましては、日本赤十字が主に実行しまして、その後、東京では、福田と書いて、福田会という、組織の施設に、子どもたちは保護されることになりました。はい。で、第2次の1922年の方はですね、また敦賀にやってきて、その後、大阪に、今度は滞在することになりました。はい。ちょっと当時の記録も私、ちょっと細かくは見てないんですが、確かこの大阪の写真に載ってるのは、確か天王寺あたりの、私立病院の看護師の宿舎のようなところに確か滞在したというふうに私も見た記憶がございます。ですのでですね、今から数えて本当に100年ちょうど前に、この日本がシベリアで困っているポーランド人孤児たちを、ほぼ唯一受け入れることができたという、出来事があったわけです。ちなみに竹本監督とかはこういうお話で聞いたことございますでしょうか。もう全く存じ上げませんでした。そうですね。びっくりしました。かなりの歴史通の方とかね、ポーランドに造形深い方はご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、なかなかこの話は、メディアなんかでも取り上げたことが少ないものですので、日本とポーランドのつながりを、見るにあたっては大きな出来事かなと思います。さあ、この話をですね、なぜ私がお話ししているかと言いますと、先ほど、サラトさんも少しご紹介いただきましたけれども、実はこの話が今回、西北ショパンでも、触れられます、阪神・淡路大震災に関わってくるからであります。今回、出演者の多くもですね、兵庫や関西出身の方々ですが、私自身も兵庫の出身で、阪神・淡路大震災で被災した一人でありました。でそうしますとね、当時も神戸も含めて兵庫県非常に大変な状況だったわけなんですが、その状況を見たときに、ポーランドの、当時のポーランド大使館ですね、日本のポーランド大使館の参事官であった方が、この先ほど申しましたシベリア孤児救出の話をよくご存知で、今こそこの日本をポーランドが助ける番であるという思いを非常に強く持ったわけです。で、その方の尽力によりまして、その震災の起こったその年のうちにですね、兵庫県内の被災児童の方、孤児も含まれるんですが、孤児だけではないんですが、小中学生約30名をポーランドに招待すると、そういうプログラムを実行したわけです。もうこの本当に震災が起こって約半年後の夏休みの時に3週間、ポーランドに招待しまして、本当に心の傷を癒すという目的で、各所を観光させたり、あるいは山間部のログハウスでゆっくりと自然の中で楽しんでもらったりと、そういうことをしてくれたわけです。で実はその時の写真、こういうふうにですね、チャリティーコンサートも国内外で実施しまして、ポーランドの曲、ショパンを含めてポーランドの曲、そして日本の曲を演奏して、今回のこのプログラムのための資金を調達していただいたわけです。これがですね、95年にポーランドに渡航した子どもたちの写真です。で、一番上のですね、中央に写っております、ちょっと見にくいですが、ポーランドの、こちら、佐藤さんの、帽子に近い帽子をかぶってらっしゃる方が、その当時のポーランド大使館の参事官の方です。この方がですね、非常に個人的に、始めたプログラムでして、もう日本国内外のさまざまな組織や会社や、先ほどのピアニストの方にもお声掛けして、このプログラムを実行していただきました。でちょうどこの真ん中少し右手のこの青い帽子をかぶっているのが実は私でございまして、岡崎少年なわけですね。そうです。10歳の岡崎少年でございまして、私もですね、これは本当にたまたまなんですけども、このプログラムに選ばれて、初の海外が1995年のポーランドというなかなかの珍しい体験をさせていただきました。ということでですね、実は100年前の日本の救出劇が、実は阪神・淡路大震災の後に、ポーランド側から帰ってきたと、そんな流れが実はあったわけなんです。こちら、現地の写真ですけれども、さまざまな、場所にですね、連れて行っていただきまして、本当にこの3カ所の中には親を亡くされた方もいらっしゃったんですけれども、現地で本当にね、歓待していただきまして、楽しい時間を過ごさせていただきました。このようなポーランドと日本のやり取りに関しましては、日本の新聞でも取り上げていただきまして、また現地ポーランドの新聞でもその100年前の恩返しとして今度はポーランドが
子どもたちを招いたという記事や、メディアもありました。はい。で、実はですね、私、さらにその10年後、2005年ですかね、2005年にももう一度ポーランドに呼ばれまして、その時にですね、なんと、先ほど出ました、シベリア孤児の方の、もうおばあちゃんになってらっしゃるんですけども、ともお会いさせていただきました。で、この時アントニーナ・リロさんという方とお会いしたんですけども、当時確か90歳は少なくとも超えられていたんですけれども、その日本に、小さい時に来た時のことをよく覚えてらっしゃいまして、私たちが今度は日本から呼ばれたっていうことをお話しすると、やっぱり日本の童謡とかですね、そういうことも歌ったりして、強くやっぱりその日本との結びつきをお話しされていらっしゃいました。このようにですね、実は日本とポーランドというのは、この100年間の間に、実は非常に強い結びつきがあったということを、今回のね、イベントの機会で、少しお話しさせていただきました。今回の西北ショパンという映画の中でもポーランドは触れられますし、また、ね、ピアノのショパンをね、考えるにあたっては、やはりそのポーランドというところは外せないものですので、そのね、一つのエピソードとして、こういうこともね、覚えていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。こういったね、事実というか、知ると、より映画が深く見られるんじゃないかなと思いました。はい。何か、95年のポーランドについて、監督から質問などございますか？95年のポーランド。いきなりでしたね。すいません。いや、もう、なんでしょう、ソ連が崩壊して、7、8年ぐらい経った頃だと思うんですけど、どんな様子なんだろうなと思って、いきなりね、システムが変わったと思うんですけど、変わり目だったんじゃないかなと。そうですね。私自身はまだ10歳だったので、社会主義とか資本主義とか全然分かってなかった時なんですけど、やっぱりですね、一つ記憶に残ってるのは、もちろん日本人と分かれば非常に日本から来たのかとは言ってくれるんですけど、特に駅とかですね、市役所みたいな、ああいう役所の方がやってらっしゃるところはですね、やっぱり対応まだ今と比べると悪かったですね。で、やっぱりワルシャワ中央駅の切符買うとこなんかもすごい行列で、なかなか今みたいにスムーズにね、インターネットでも切符買えませんし、なかなかもちろんシステムは変わったんですけども、やっぱりその混乱とか、あるいはやっぱりその当時の日本と比べても少し違うところっていうのは、ちょこちょこ見えてきましたね。ね、きっといろんな苦労が留学された方もあったのかなと思いますけれども。はい。そうですね。95年の夏にポーランドに行かれたということですね。そうですね。ごめんなさい。ポーランドですね。夏はとても過ごしやすい気候かなと思うんですけれども、冬はかなり寒いと伺っていますが、そのあたり、なんかお気づきになったことありますか？そうですね。間違いなく、この関西よりかは、厳しい寒さにはなるんですが、家の中はですね、実は日本より暖かいんですね。北海道みたいに、基本的には気温が低めな地域なので、家の窓ガラスがですね、二重ガラスになっていたり、暖房非常に効いてますので、家の中なら暖かいと。で、ただ、ポーランド人は、本当に寒いのは大体2週間だよっていつも言うんですけど、それは日本人に通用するかどうかはちょっとわからないというような感じですかね。そうですね。はい。私も絶対嘘なんじゃないかなと思いながら、そのセリフを聞いております。なるほど。95年の夏、滞在されたとき、何かこの音楽イベントのようなことはなさったんですか？そうですね。聞いたりとか、そうですね。確か95年か、ちょっと10年後の2005年か分かりませんけども、今回休憩時間の時に少し写真が出たかと思いますが、ショパンの生家、生まれた家があります、ジェラゾバーボラというところがありまして、その家の周り、非常に綺麗な公園のような感じになっています。でそこで確かピアノコンサートを聞いたんですが、実は非常に面白くてですね、ピアニストはですね、その家の中のピアノをもちろん弾くんです。でしかしながら、客の方は家の外側、その庭園の方で、その家の中から聞こえてくるピアノの音を聞くという非常に面白い、あまり日本では見られないようなイベントで、それは非常に記憶に残っています。ちょっと外で漏れてきた音楽を聴くというようなスタイル、そうですね。なんかみんな日向ぼっこしながら、ピアニストのピアノを聴くっていうような感じでしたね。なるほどです。やっぱりポーランドというと空港の名前も確かショパン空港という名前で、ショパンとは本当に切っても切れないという感じだと思うんですが、
どこでしたね、ちょっと名前忘れたんですけど、公園で毎週か、毎月か、うんうん、コンサートが開かれるというのもありますよね。そうですね。非常にまたこれもワルシャワの市内にあるんですけども、ショパンの大きな彫像があるところで、前もなんか非常に大きな湖みたいな池みたいになってまして、その周りでまたコンサートをやるとかですね。でこれもまた先ほどの休憩時間のスライドにあったかと思うんですが、街中にピアノの鍵盤上の横断歩道がありまして、よく観察すると、そのポーランドではそのショパン関係のものとかですね、ピアノに関係するものが発見できるかなと思っています。なるほどですね。はい。私、空港でショパンって書いたウォッカを買いました。ショパンの顔がついてるウォッカがございまして、はい。それを買ったりいたしましたけれども。ちょっと飲み方にはお気をつけいただきたいんですけども。はい。少しずついただきました。はい。そうですね。あと、岡崎さん自身も確か音楽なさるんですよね。そうですね。中学高校ブラスバンド、やらせていただきまして、そんな大層なもんではないんですけれども、実はその2005年の時には、ちょっとね、大人になってましたので、ちょっと国際交流してほしいということで、ポーランド側から何かやってくれっていうふうに、ちょっとなんか無茶ぶりをされたんですね。できることはあんまりないので、じゃあ、ちょっと楽器やりますって言ったんですけども、楽器あるんですかって聞いたんですが、ないので持ってきてくれと言われまして、トロンボーン担いで、ポーランドに行くということもさせていただいたりしました。また大きなね、楽器で、はい。トロンボーン、どうですか、演奏の感想なんかは。いや、でも、日本の童謡とかをですね、簡単な曲やっても非常に喜んでくれますね。はい。で、また、ポーランド、街中にも、多く、ジャズバーとかですね、そういうのも非常に多くありますので、ぜひね、ポーランド行かれるときは、そういうところも、訪れていただけたらなとは思います。そうですね。今ちょっとジャズバーのお話もありましたけど、現代のポーランドとか、ポーランド人について何か質問とかございましたら。なんかひょっと思い浮かんだんですけど、そんだけショパンが浸透しているなら、ピアノ習ってる人は多いのかしらと思ったんですけど、そうでもないんですかね。どうですかね。どうでしょうか。これはまた経済の話にはなってくるんですが、やっぱり日本とはその所得水準が違ったりするので、なかなかそのね、ポンと家にピアノを置いて練習できるっていう家庭がみんなそうかっていうのはおそらくそうではないと思います。で、ただしやっぱりその音楽に対する思いは強いと思いますので、最近でもね、ポーランドジャズもね、結構日本でコンサートなんかやったりしますので、少しずつやっぱり広がってはきてるのかなと。で、やってるやってない別にしてもやっぱりショパンに対しては何かやっぱり一過言ある方が結構多いような気はしてます。はい。なるほどですね。今スタッフの方からピアノのアーティスト結構多いという。ごめんなさい、違います。私こちらの勘違いでした。でも一過言を持っている方は多いということで、はい、そうですね。あとやっぱショパンの音楽なんかを聴いていると、ポーランドの風景がちょっと浮かぶような時もありますよね。そうですね。ぜひ映画を見て、その後ポーランドに行こうという感じに、世の中が落ち着いてくれればいいなと思います。はい。あと、その若い人から見て、ポーランド人の特徴みたいな、もしあれば、先ほどの藤井先生の質問とちょっとかぶりますけれども、そういうのはありましたか？そうですね。実は非常に藤井先生のお話聞いて、その通りだなと思ってたんですが、私も、本当にいろんな方もちろんいらっしゃるんですけども、イメージとしてはやはりその素朴な方が本当に多いなというのは思います。藤井先生のご説明にちょっと重複するんですけども、いわゆるイケイケ系のテンション高い系はあんまり見ないんですね。どちらかというと、ニコニコはしてるんですけども、落ち着いて話をされる方が、特に男性の方が多いかなという気はしてます。で、これはポーランドだけではないと思うんですが、やはりおばちゃんは強いですね。おばちゃんは世界共通かな。強いですね。電車とか先ほど写真にもあったトラムなんかでのもやっぱりその席を譲りなさいとかですね、列に並びなさいとかですね。注意してくるのは言っておばちゃま。前にいらっしゃいますね。確かにそうですね。それは私も2、3回来ましたけれども、結構女性の方、はっきりものをおっしゃるなという感じが、しますね。ちなみに竹本監督はそのポーランドっていうのを聞いたとき、あるいはちょっとね、自分で知ったときに、
主にどういう風景を思い浮かべます？もうもっぱら映画なんですよね。あ、そ映画のポーランド中で見る映画の風景で、今こんな感じなのかしらっていうのを知るっていう感じですね。それはいつぐらいの年代をこう映してるようなもう映画ですか？最近ですと2011年にヤン・コマサ監督の、日本には来てないんですけど、スーサイドルームって映画がありまして、それまさに今みたいな、今風の生活だったんですね。便利になってきて、どんどんこう人との絆が薄くなっていく。で、次に今、上映終わりかけると思うんですけど、聖なる犯罪者っていう映画で、田舎のポーランド田舎の町で起きた一つの出来事みたいな、で、そこで、こんな感じなのかなっていう、都会と田舎の違いとかっていうのを感じましたね。そうですね。ワルシャワとかね、今だいぶ都会になってきましたけど、ワルシャワも車で1時間出ると結構なもう本当に平原が見えてきたりするので、やっぱりその都市によって、あるいはおっしゃったようにその都市と田舎によってだいぶこう景色が違うとは思われますね。そうですね、確かに。でも本当にこう、最初の藤井先生のお写真で見せていただいたように、平原がね、美しくて、天気の移り変わりなんかも一望できたりするのは、日本の山がちな地形にはない面白いところかなと思いました。はい、すいません。岡崎さん、貴重なお話ありがとうございました。今ですね、岡崎さんの話にも出てまいりましたが、ポーランド人孤児たちが最初に日本に来たのが、敦賀の港になります。現在、敦賀の港には、人道の港敦賀ムゼウムというものが、ありまして、そこで、現在は命のビザ、もう一人の外交官、タデウシュ・ロメル展、というものを開催中です。5月11日までとなっております。ポーランド人孤児やユダヤ人難民についてもっと知りたいという方は、ぜひ訪れてみてください。それでは竹本監督、岡崎さんありがとうございました。ありがとうございました。これにて第2部は終了です。第3部は映画に魅せられて、映画制作の魅力を監督とプロデューサーにお答えいただきます。映画制作について皆様の質問にも答えていただける予定ですので、どんどん質問を送っていただきたいと思います。それでは3時35分まで休憩となります。それでは第3部の映画に魅せられてを始めさせていただきます。第3部では映画西北ショパンの制作について伺ってまいります。
まずですね、スライドの方で、制作風景をご紹介いただきたいと思うんですけれども、はい、ロケ地のですね、主に宿川や西そう宮、ですね。北口でし西たかね。宮北口と、先ほどの西北を中心としたエリア、うん西宮市を中心にですね、宝塚とか尼崎も一部入ってるんですけども、撮影をいたしました。はい。ロケ地としましては、西宮地方卸売市場とかですね、はい。そして西宮北口の駅の周辺ですね。うんそれから、非常に優秀な音楽家のある県立西宮高校、はい。それと、宿川公園ですね。はい宿川の駅前、うんそれから高連、阪神の高連ですけども、これも西宮市ですけども、ルーテル教会。はい。それと、男性なかなか中に入れないんですけど、はい。神戸女学院さんのですね、ボーイズ建築の素晴らしい、はい。建物の中でも撮影をいたしました。なるほどですね。神戸女学院といえば音楽が有名ですけれども、はい。そういったところも、なんて決め手となったんでしょうか。はい。やはり地域発の映画と、自主映画ですので、地域とか人にこだわって撮影をしてますので、そういう意味では、地元の、阪神館の、新人であっても、はい。俳優を起用したい。はい。そして、やはり地元の魅力を伝える場所で、はい。とか思いの詰まった場所で撮りたいと。そういった形で作りました。先ほどお話の中300人のそうオーケスですね。トラが出演されたということですが、はい。もし差し支えなければどこの会場だったかとか。はい。これは神戸女学院の講堂っていうのが、これは素晴らしい施設なんですけども、はい。震災の頃から変わらない風景、を残してまして、ここでですね、国際ピアノコンクールシーンというのが、はい。どういう結果になるかここで言えないんですけど、はい。してその時の観客役として300名のエキストラに入っていただきました。すごい、なかなかね、300人もいらっしゃると、迫力も出ますし、はい。素敵なシーンになっているかなと思います。はい。ありがとうございます。では、監督の方に伺いたいんですが、どのようにロケ地を決めていかれたんでしょうか。まずはシナリオを書いたときに書きながら相談っていうのもありまして、こういう雰囲気で撮りたいんですっていう私の要望に対して近藤さんがいろいろつって思ってらしたので、ここどうしよう、どうでしょう、でしょう。それで交渉していただいたっていうのがありますね。なるほどですね。なかなか西宮市内とは広範囲に及ぶ撮影場所もあったかなと思うんですが、何かその撮影中のご苦労など、もしありますか？いっぱいありますよね。いっぱいあります。やはりロケ地をね、貸していただくっていうのはものすごい難しいことで、で、それも限られた時間ですし、神戸女学院で絶対撮りたいという思いがあったんですけど、実現したんですけども、やっぱり、学校の行事もありますし、ちょうど耐震工事をやってました。なかなか空いてる日にちがなくて、本当に限られた、かなり暑い日に、ちょっと、暖かめの、ちょっと上品な格好で来てくださいということを皆さん汗流しながら。なるほど。そうです。暑い日にちょっと。はい、坂の上にありますのでね、結構大変なんです。言われていればそうかもしれないですね。でもね、そういったところをうまく撮影していくというのが大変だったのかなと思いますけれども、結構今回は光の関係とかもすごい綺麗だなと、拝見してて思ったんですけれども、そういうところのこだわりがおありですか？そうですね。今まで短編ばっかりでしたので、きちっと照明をがっつり入れるってことは少なくて、今回初めてきちっと取り入れたときに、すごい無茶ぶりを照明さんにしまして、絵画のようにと、レンブラントみたいにとかいろいろ言って、分かりましたって言われて、それで、なんでしょう、大事なのは使いすぎてない感じっていうんですかね。光りすぎてない。使いすぎてない。ライトを使いすぎてない感じを、していただいたという感じで、ちょうど照明の方も映画が好きで、すごくやりがいを持って取り組んでくださったので、途中からはあうんの呼吸になってきて、シナリオと私の好みから多分こんなんだろうなっていう想像で動いてくれたんですよ。月明かりってこんな感じだよね。そう、なんで分かったのみたいな感じの。すごい。やっぱ
こう撮影重ねていくごとに、そう、掴んでくれたんですよ、すごく。あーはい。監督の表したいものを。こんな感じじゃないでしょうかという、はい、助かりました、本当に。へえ。もう奇跡の出会いというかね、うん監督の言ってることは正しくて、うんそうありたいと思ってプロデューサーやってたんですけど、はい。まあ、そんな照明さん見つかるのかなと思って、まあ、実際今ちょっと見ていただいてる若さあふれるキャストスタッフということで、まあ、それほど長編映画の経験があるということでもなかったりですね、うんまあ、本当学生までスタッフに入ってましたので、若いメンバーだったんですけども、まあ、それぞれちょっと、まあ、過去に監督と一緒に仕事をした人とかですね、あと、まあ、今回のために、まあ、いろいろ紹介で、実際には面接のような、はい喫茶店で、まあ、思いを語ってですね、で、まあ、波長のあった方と、はい組みたいということで、はいで、まあ、最たるものが、はい照明の方とおーの、ですね、いきなりそういう、まあ、レンブラントとか、まあ、確かに、アンドレ・フェルメールの、うんのような形の、まあ、照明ということで、まあ、実際に画像をはい監督が見せて、こんな照明をやってみたいとはいいうことで、で、まあ、それは本当に、室内であって、んまあ、照明がないと暗くてうん当然映らないんですけど、はいまあ、照明が当たってるように見えないような、はいそういう映像の見本を見せて、まあ、そこから本当に途中からはもうあうんの呼吸で、もう時間をコントロールするというかね、照明さんが。おーはい。だからやっぱり時間、ね撮影時間長いので、はい火が陰ってきますよね。そうですね。まあだから本当にそれを全然感じさせないように、はい時間もコントロールしながら、当たって、まあ、本当に自然光のようにはい撮っていくという、なんか素晴らしい照明さんでしたね。なるほどですね。やっぱ映画らしい映画と最初はにキーワードありましたけど、まさにはい。そういった形なのかなと思います。はい。それではですね、監督と、プロデューサーの方にたくさん質問が実は届いております。大丈夫かな。はい。時間の許す限り、質問に答えていきたいと思います。まず一つ目ですね。ポーランド映画、ハイド・ダイヤモンド、地下水道など、レジスタンス3部作の巨匠、アンジェイ・ワイダ監督の良さは何だと思いますか？それは難しい質問です。それを、なんか、力を問われますよね。そんな聞かれたら。いや、もう、やっぱ私たちと比べ物にならない時代に生きてきた方なので、そう表現の自由もなんとか規制がかかっているので、そこの、なんでしょうね、叩き上げ根性がすごく出ていると思いますし、人間の尊厳とは何かっていうのを問いかけているのは、それを経験しないとわからないことっていうのがすごく出ていると思います。でもすごい浅い意見ですいませんが。はい、ありがとうございます。どれもね、なんかこう、有名なっていうそうです映画ね。ですね巨匠ですからね。はい、ありがとうございます。では次ですね、今度、西北ショパンに関わりのある質問なんですが、音楽はショパンとラフマニノフの作品を選ばれていますが、どんなこだわりを持って、このシーンはこの曲でなど決められたのでしょうか？シナリオを書くというときに、どの曲をするかっていうのをずっと考えつつ書いているっていうのがあって、その時に、最初からショパンはもちろん基本なんですけど、それに対極にあるので、難しい曲って言ったら何かあったらそれが浮かんだっていうのが大きいんですね。すごくわかりやすく対比構造になっている。かつ、私の個人的にとても好きっていうのがあって、よく聞いておりますね。はい。なるほど。そういう理由です。はい。あれですか、もう、じゃあ、ショパンで一番お好きな曲はありすぎて困ったな。ありエチュード、ショパンエチュード10の1か、10の2ぐらいが好きです。なんでエチュードって感じなんですけど。ピアノ好きな方には、すごくこう、わかるって思ってらっしゃる方も。10の2好きで入れちゃったましたからね、本編に。やっぱお好きな曲も採用されているという感じですかね。はい、ありがとうございます。次ですね、これはプロデューサーにかなと思うんですが、ストーリーはすべて実話ですか？創作部分もありますか？という。まあ、基本的にはこれはフィクションで、まあ、私が書いた小説も少し土台になってるんですけども、全くこの映画のために、新たに監督と脚本協力の北村さんが作られたストーリーになります。まあ、ただ、まあ、思いを伝えるという意味では、まあ、何がしかのその地元で私が体験したこととか、まあ、監督の思いで、経験したことっていうのは含まれているので、ある部分、実話というか、まあ、そういうものが含まれているようには
感じられると思うんですけど、ストーリー自身は本当にフィクションですね。いや、もう私がめっちゃ投影されてます。キャラクターに。健太郎役がほぼ私だみたいな。竹本に見えてきたぐらい、自分の思いを投影した。投影しまくってます。そう思うと見え方もね、変わってくる。あんなに性格悪くないって言っときます。見てください。はい、なるほど、ありがとうございます。で、あとですね、タイトルに阪神や神戸ではなく、西北と入れられたのはなぜですかと来ております。はい、これもですね、本当に商業映画ではなくて、監督と私で作ってきた、小さな自主映画プロジェクトからスタートですから、ご当地映画ということで、西宮の多くの方にご協力いただいて、特にそのロケ地のことも含めてですけど、エキストラに来ていただいたり、西宮の方に支えていただいたので、西宮の地名をつけたというのも一つあるんですけども、やはりお金をかけるというようなことじゃなくて、この映画の魅力を出すためのキーワード何かなと思ったときに、その地元のへの思いとか魅力とか、先ほどフィクションと申しましたけども、何かそこにやっぱストーリーの元がある。で、この映画になる元が西宮北口の、西北にあった、北口市場というところにあった、だるま先生役の、マスターの店が、要は全壊して、で、そこから、この根っこがあるということなので、そういったことも含めて、実はその先生が書いた小説っていうのがあってですね、これ、西北バー物語っていうんです。でこれを読んで、その当時のことを思い出して、私がマスター先生を書いて、でそのマスター先生を土台に今度、監督がこの西北ショパンの、ストーリーを書いたということで、そういったなんかこう思いをリレーするような、そうな形で、その西北という言葉、地名を大事にしたということです。ただ国際映画祭に出してますのはレフトオブショパンというタイトルを使ってますね。これは日本での映画タイトルになります。じゃあ、そのレフトオブショパンに込めた思いっていうのは終わりですか？タイトルに込めた思いですか？英訳のそのタイトルに込めた思い。やっぱりその左利きっていうか左手のピアニストっていうことをちょっと前に出したいっていうのがあって、それに入れ込んだっていうのがありますね。なるほど、ありがとうございます。はい、先ほどもなんかスタッフの方との運命の出会いもあったという話だったと思うんですが、監督と質問がねまた来ております。監督とプロデューサーの出会いを教えてくださいと。何回語ったことでしょう。まずは私が短編を作ったアルカディアという短編を作って、それをカンヌで上映する予定で作った時に、その撮影地を探してまして、で近藤さんが関わっているか運営していらっしゃるカフェがとても素晴らしくて、ヨーロッパのような雰囲気のカフェで、そこで撮影させてほしいということで貸していただいて、貸すだけではなくいろんな協力をしてくださって、チェロの指導者ですとか、エキストラの十数名ですとか、なんか、おんぶに抱っこでお世話になりましてですね、そこでかなり興味を持ってくださったっていうのがあります。そこが運命の出会いですかね。2017年の10月ぐらいだったと思います、最初は。本当に映画の撮影現場って、実は大学の時にエキストラで、渦政とかでですね、出て、なんか現場好きなんですけど、なんかそれをなんかずっと思い出して、映画の現場楽しいなと思ったんですけど、その時に主人公はチェリストともう一人の男性がいるんですけど、この物語を撮られる姿を見て、本当にその音楽を大切にする、映像を大切にする監督だなと思って、で、興味を持って、で、巻き込み方がまたうまいんですよね。エキストラいない、どうしよう。助けてみたいな。助けてみたいな。でチェリスト、チェロの主役の、ああいう、男前なんですけど、チェロ弾けないし、誰かチェロ弾ける人連れてきてとか言われても仕方ないから、俺友達と、チェリスト、来てもらったりということで、いつの間にか巻き込んでいくんですね。気がついたら巻き込まれていて。で、その時たまたま、ジュースの7芸ですかね。
シアターセブンかな、セブンですかねはいそこで。重曹の映画館で監督の短編、はい。インディオ・チルドレンというのが、撮影、上映されるということで見に行って、でもこの時にちょっともう本当悲しまり、はいみたいになって、はい。まあ、ちょっと最近見てる映画と全然違うなと思って、はい。これはこの空気感は何だとはい。いうことで、もうこれも罠ですね。その後、なんか、有名なドーナツの店ではいコーヒー飲みながら、長編作りましょうっていうことになっちゃって。なるほど。じゃあ、近藤さんからご提案された。どっちかというと私ですね。もうそれもだから、私の小説をプレゼントしたんですけど、はい。まあその時に、読みもせず。読みもせずに、はい。やりませんか素晴らしい。ははい。い、思わぬ時に思わぬことを言い出すんで、はでそれで巻き込んでいくんですよね。ふっと巻き込まれてしまう。でもそれもね、監督の魅力があるからかなというふうにお話しさせていただいて思いますね。あと、近藤さんもやっぱりオペラでもね、いらっしゃいますから、はいそういう音楽のつながりというか、そういったご経験も生きていらっしゃったのかなと思います。はい。はい。それではですね、また質問がたくさん来ているんですが、この映画では震災からの心の再生が主人公たちの音楽との葛藤を通じて描かれていると考えていいですか？なんか踏み込んだ質問そうがありましたね。ネタバレですね。見ていただければすごくわかるんじゃないかなって思いますね。で、確かに多分2、3回見たらより染み入るらしいので、うんまあ、リピーターになっていただけるとよりわかるかと思います。はい。確かにそうですね。ぜひそのあたり見て感じていただきたいというところかな。まあ、震災をですね、まあ本当に、大変なことだったと思いますけども、その後、やっぱ東日本もあったりですね、いろんなその自然災害があったり、まあ、当然、その人、今回、ジストニアの話が出てきますけど、まあ、それぞれ背負ってる人生って違うと思うんですよね。だから、まあ、その時になんか目の前に急に現れた障害に対して、まあ、その後どう生きるかみたいなことはテーマにはなってるので、ストーリーは、あらすじは、ここで言えませんけど、はい。ぜひ、それを感じていただいたらなと思います。はい。ありがとうございます。あとですね、ポーランド国立ウッチ大学、映画科が、ね、ある大学かなと思うんですが、なんですけれども、蜂蜜園内で知られる。ミツバチです。ごめんなさい。よく間違えミツバチでしたね。ごめんなさい。ミツバチと園内で知られる石川監督との接点はありますか？何か影響を受けた点はありますか？という質問で。全くございませんし、ちょうど制作してる時にあの映画が重なってて、怖くて見れなかったんですよね。負けてる気がするって言って怖いと思って、で、どっかで影響を受けたらちょっと怖いなと思って、実はまだ見てないのですが、見たいとは思っております。ミツバチと遠雷とか、やっぱりその音楽映画、まあ、プロデューサーの立場で言うと、まあ、この音楽シーンをどうやって撮ってるのかなとか、まあ、そういうどんなスタッフを、呼ばないといけないのかなというのは、まあ、とてもそんな大きな商業映画と同じことはできないんですけど、まあ、やはりちょっと学びはあるので、見せていただいたりと、まあ、と言いながらちょっと、負けず嫌いのところもあるので、まあ、予算はないけど、なんかちょっとこちらの勝負できるところあって言って、まあ、出演者のほとんどが自分でピアノを弾くっていう、まあ、商業映画はどうしてもその有名俳優が出て、吹き替えがあったりということなんですけど、まあ、こちらの方は本当に俳優そのものの自分の持ってる魂の音を鳴らそうっていう、まあ、そんなことで。素敵ですね。はい。まあ、そういうの簡単なんですけど、まあ、たまたまオーディションで、そういう、ベートーベン国際コンクールインアジアで1位を取った水田しおねとかですね、そういう俳優でもあって、音楽家でもある人が、キャスティングできましたんでね。まあ、そういった意味ではまたちょっと、ミツバチとやらないとか、野田カンタビルとか、マエストラとかですね、まあ、そういう音楽映画とまた違った魅力はあるかなと思います。なるほど。実際に弾いてらっしゃるっていうのは、なかなか魅力的に思いますね。はい。すごい方がしかしいらっしゃるもんね。だからオーディションも本当に、まあ、俳優経験ない、ピアニストでも経歴見てびっくりするような人も来ましたですね。そうですね。選び抜かれたキャストでお送りするという、西北ショパンですけれども、何ですか、まあ、
プロデューサーに伺った方がいいのかもしれない。クラウドファンディングとかはいなさりながら、映画作られたということはいですね。あとなんか缶入りのパンをあ売られてるそうですねなんかそういった情報も入ってるんですけれども。はい会員のパンというのは、ショパンにかけて、西北ショパンのパンの缶と言いにくいんですけど、まあ、これはエキストラに来ていただいたときに、うんまあ、当然、障害映画とかでしたら、まあ、1日日当いくらですという付けなんですけども、はい皆さん本当に映画を応援して、うんボランティアで来ましょうという方に何か気持ちを込めてお礼をしたいなと思ってたときに、はいたまたまある人に聞いてですね、長期保存できる防災用のなんかパンがものすごい美味しいのがあるって聞いたんです。はいで、それをまあ調べて、そのメーカーさんに連絡したら、実は阪神・淡路大震災の時に、那須の、はいにあるパン屋さんなんですけど、秋元さんというパン屋さんなんですけど、はい阪神・淡路大震災の支援物資としてはいパンを送られた大量に。ところが、まあ、冬場の時期にもかかわらず、かなりのパンが腐ってしまって、お役に立てなかったっていうことで、まあ、長期保存できるようなパン、それも美味しくて柔らかいパンを開発するって言って作られたパンの缶があるんです。で、まあ、これに西北ショパンの、まあ、オリジナルのデザインのラベルをつけて、で、エキストラの人にプレゼントしたんです。もうそれがなんか非常に好評なので、上映されたらこれは物販で、売ろうかなということで今、準備してます。じゃあそれは購入することができるということですね。わかりました。ぜひ私も買ってみたいと思います。はい。ありがとうございます。これですね、第3部の、映画に見せられてというところは終わりたいと思います。最後にと言いますか、質問ですね、もっとたくさんお寄せいただいたんですが、すべてご紹介できなくて申し訳ありませんでした。はい。それでは、監督、プロデューサー、改めてありがとうございました。ありがとうございました。それでは、映画すみません、ちょっとお待ちくださいね。はい。それではですね、皆様、来月からは、というところで、締めに参りたいと思います。はい。それでは、お願いいたします。それでは、映画、西北ショパンコロナが収まったら、せーの、ポーランドに行きましょう。